今回はタイの人気観光地について、本当にお金と時間をかけてまで行く価値があるのか、忖度なしでレビューしていきます。SNS で見かける美しい写真に惹かれて行ってみたものの、実際は期待外れだったという経験、皆さんも一度はあるのではないでしょうか。そこで今回は実際にタイの有名観光地7カ所を巡って、費用対効果、満足度、そして疲労度など総合的に判断して星1つから5つで格付けを行いました。これからタイへ行かれる方、旅の計画をしている方はぜひ参考にしてみてください。まだの方は今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いします。まず最初にご紹介するのはジム・トンプソンの家。正直ここに行く前はタイのシルク王が住んでいた家を見るだけでしょとあまり期待はしていませんでした。しかしこれは良い意味で裏切られました。都会の喧騒の中にありながら、ここだけは別世界のような静けさが漂っています。入り口には国旗が掲げられ、まるで大使館のような佇まい。一歩足を踏み入れると、最高級のチーク材を贅沢に使ったタイの伝統建築が並び、その美しさは圧巻の一言です。何より感銘を受けたのが日本語ガイドの質の高さです。次はシンハ。昔これらはカンボジアの宮殿やお寺の出入り口の脇に見張り板として置かれていました。実はこれらはちょっと日本のシーサーと狛犬と同じように、そして名前もタイのビールという。シルク王と呼ばれたジム・トンプソンが1967年に忽然と姿を消したという失踪事件のミステリーから建築へのこだわりまで、非常に詳しくかつ興味深く解説してくれます。ただ眺めるだけではわからない背景を知ることで、単なる家がドラマチックな歴史の舞台へと変わる、まさに大人の知的好奇心を満たしてくれる場所でした。料金はガイド料込みで250バーツ、日本円で約1236円になります。というわけで評価は星4つ。ありきたりな観光地には飽きた、また涼しい場所で知的な時間を過ごしたいという方には自信を持っておすすめできるスポットです。続いては巨大モールアイコンサイアムの噴水ショー。こちらは無料だし、買い物のついでに見ておくかくらいの軽い気持ちで立ち寄ったのですが、予想をはるかに超えるスケールでした。東南アジア最長と言われるだけあって、光と水、そして音楽が連動する演出はかなりの迫力。夜のチャオプラヤ川を背景に噴水が舞い上がる様はバンコクの近代化を象徴する豪華さです。ただこれから行かれる方に一つだけ重要な注意点があります。前方のエリアは想像以上にびしょ濡れになります。風向きによっては霧吹き程度ではなく、しっかりと水がかかります。最前列でカメラやスマートフォンを構えていると故障の原因にもなりかねませんので、撮影するなら少し下がった位置を確保するのが賢明です。評価は星3つ。わざわざこれだけのために遠方から足を運ぶほどではありませんが、アイコンサイアムに行かれる際はぜひご覧になってみてください。さて大変心苦しいんですが、ここで今回の最下位ワースト評価をつけざるを得なかったのがこちら、エラワンミュージアムです。 SNS でこの巨大な3つの頭を持つ象の写真をご覧になったことがある方も多いでしょう。インパクトは間違いなくタイ一番です。ですがあえてはっきり言わせてもらうと、写真に惑わされて無理をしてまで行く必要はない場所です。理由はシンプルで、観光客にとって費用と時間に見合う価値が薄いからです。まず入場料ですが、外国人料金で400バーツ、約2000円と、現地の物価を考えるとかなり強気な設定です。それに対して見どころは実質この象の建物一つのみ。じっくり見ても30分、早い方なら15分で見終わってしまいます。もちろんこの施設には深い意義があります。建物全体が
仏教やヒンズー教の宇宙観である3つの世界を表現していて、土台部分は過去を表す骨董品の展示、ステンドグラスが美しいホールは人間界、そして象の体内にあたる最上階は静寂に包まれた天上界となっています。現地の方にとっては宝くじの当選を願うような信仰の厚いパワースポットになっているようですが、しかし一人の観光客という視点で見ると、美術館としては展示が少なく、宗教施設としては入場料が高額で、写真映えスポットとしては一瞬で終わってしまう、どうしても中途半端という印象が拭えませんでした。わざわざ時間をかけて移動し、決して安くはないチケット代を払い、階段を上って終わり、貴重な旅の時間を割くほどの価値があるかと言われると少し疑問が残ります。結論として、どうしてもこの写真が撮りたいという方や、建築・信仰に深い関心がある方以外はスキップして良いと思います。その時間をマッサージや他の観光に当てた方が旅の満足度は確実に上がります。期待値が高すぎた反動もあり、今回は厳しめの星1つにさせていただきました。次にご紹介するのは、世界最大の野外博物館ムアンボーラン。タイ全土の寺院や遺跡が実物大や縮小版で再現されていて、一歩足を踏み入れるとまるで時代をタイムスリップしたような感覚になれる場所です。ただ、ここへ行かれる方には強くお伝えしたいことがあります。電動カートを借りないなら入園してはいけません。それぐらい移動手段の選択が生死を分ける場所です。今回私たちは迷わず電動カートを選びましたが、これが大正解でした。敷地面積は東京ディズニーランドの約 2.4 倍。あまりにも広大です。屋根のあるカートで移動していても暑さを感じるほどでしたので、もし費用を惜しんで自転車や徒歩を選んでいたら、観光どころか熱中症の危険すらあります。カート代は2人乗りで1時間250バーツ、僕たちは2時間で450バーツかかりましたが、これは安全と体力を守るための必要経費とお考えください。正規の入場料は800バーツ、日本円で約4000円ですが、トリップ.com で購入すると1850円とかなり安くなるので、そのようなサイトを通して購入するのがお得です。評価は星3つ。なぜなら理由はズバリ、広すぎて途中で飽きが来てしまうからです。建物一つ一つはタイ独特の建築物として素晴らしいんですが、とにかく数が多くて広い。後半になってくると、またなんか立派な建物があるなぁと感覚がだんだん麻痺してきて素通りしてしまいます。あくまで再現された建物なので、歴史の重みを感じるというよりは巨大なテーマパークという印象が強く、詳しい解説も少なかったため、これは何の建物なんだろうと何もわからないまま見学する建物も多々ありました。タイの建築に興味のある方、また SNS 映えを狙ってタイの建物と一緒に写真を撮りたい方以外は少し物足りなさを感じるかもしれません。次はタイ旅行の定番、夜のチャウプラヤー川クルーズ。日中の殺人的な暑さを忘れて夜風に吹かれながら過ごす時間はまさに旅のオアシスです。今回はビジットサイドシーイングクルーズという11月12月限定で運行されていたビュッフェなしのプランに乗船しました。このクルーズ、景色を純粋に楽しみたい人には最高の選択でした。タイのクルーズといえば食事がつきものですが、このクルーズはビュッフェなしのシンプルなクルーズなので、料金は1人500バーツ、日本円で約2500円と食事付きのクルーズに比べるとかなりリーズナブルなお値段です。夕食はお目当ての美味しいレストランで食事をしてからクルーズに乗りたい方にはぜひおすすめです。もちろん年末以外でも食事付きのクルーズはいつも運航しているので、そちらでも十分に楽しめます。夜のクルーズはきらびやかにライトアップされた大きな橋、
ワットアルンやアイコンサイアムの絶景を特等席で独り占めできる。これこそ大人の贅沢な夜の過ごし方です。さらに週末には夜空にドローンが舞い、新旧のバンコクが融合した絶景が次々と現れます。涼しい夜に散歩気分で気軽に利用できる点も魅力です。なので評価は星4つ。バンコクの夜の雰囲気を満喫したい方には自信を持ってお勧めします。そして今回私たちが選んだ第1位はこちら、アユタヤ遺跡ツアーです。これまで様々な場所をご紹介してきましたが、ここは別格です。タイに来てここを訪れずに帰ることはありえないと言い切れるほど圧倒的なパワーに満ちた場所でした。今回はツアーを利用しましたが、これも大正解でした。アユタヤ遺跡はとにかく広く、そして暑いです。ムアンボーランで移動手段の大切さを痛感しましたが、アユタヤこそ冷房の効いた車で効率よく回れるツアーを利用すべきです。日本語のガイドさんが車の中でこれから行く遺跡について詳しく説明してくれたり、遺跡の前でその歴史や昔にあった出来事などを興味深く解説してくれるので、ただの石積みに見えた遺跡が400年の歴史物語として鮮やかに蘇ります。ムアンボーランの美しい再建建築も良かったんですが、アユタヤにあるのは本物の重みです。崩れかけたレンガや木の根に取り込まれた仏像の顔、その場に立つだけで肌に感じる歴史の息吹は他のどの場所でも味わえない特別な体験でした。というわけで評価は文句なしの星5つ。もしタイで観光地を1カ所しか行けないとしたら、僕は迷わずここをお勧めします。天気がいいと強い日差しを浴びますが、ツアーでは日傘も貸してくれますので、熱中症対策だけは万全にしてこの感動を味わってみてください。僕が参加したツアーはクロックで1人4078円。遺跡や寺院の入場料は別料金でした。今回のアユタヤが文句なしの星5つなんですが、実はもう一つタイに来たら絶対に外せない星5つ確定スポットがあります。それが前回の動画で詳しくご紹介したメイクローン鉄道市場です。市場の真ん中を電車がすり抜けていくあの非日常的な光景、あそこもアユタヤと並んで旅の満足度を大きく高めてくれる素晴らしいスポットです。まだご覧になっていない方はぜひこの後動画をチェックしてみてください。アユタヤとメイクローン、この2つを押さえておけばタイ旅行は成功したも同然です。有名な場所にも行くべき場所と実はそうでもない場所があります。今回の格付けがこれからタイ旅行する方の参考になれば幸いです。もし今回の動画が良かった、また参考になったらぜひいいねボタンもよろしくお願いします。では今回も最後までご視聴ありがとうございました。